失敗するであろう、ポイントはいくつかあるので、そのポイントを押さえながらロールキャベツを、作っていきたいと思います。でおそらくですけど、そのロールキャベツ失敗の可能性として、お肉が固まらなくて溶け出すみたいなこともあると思うんですけど、でもう一つが破けるっていうのがあるらしいんですけど、包み方とか肉種の硬さとか、そういうのを守っていただければ、100% 失敗しないと思います。でスープに旨味があるので、こうスープにつけて食べるのがおすすめですね。うまいよ。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルは、以前、SNS で皆さんにお悩み、料理のお悩みありませんかという質問を投げかけたところ、天ぷらが1位だったので、天ぷらの、美味しい揚げ方をお伝えしたんですけど、今日もその質問の中に多かったロールキャベツを、作っていきたいと思います。ロールキャベツもその失敗するであろう、ポイントはいくつかあるので、そのポイントを押さえながら、どうしたらその失敗がないのかみたいなことをお伝えしながらですね、作っていきたいと思います。それからこの動画が始まった一番最初かな、まかないロールキャベツっていうね、やりましたよね。それとはまたちょっと違うね、本当に煮込んでいくロールキャベツを今日は作っていきたいと思います。じゃあまず材料ですね。中の肉ダネです。豚ひき肉、玉ねぎ、にんにく、卵、薄力粉、ナツメグパウダー、それから塩コショウ、これを混ぜて、中の肉ダネ作ります。それから煮ていくスープなんですけど、今日は顆粒のコンソメを使ってコンソメ仕立てのロールキャベツ作ります。お水、白ワイン、顆粒コンソメ、塩、ローリエ、それからローズマリーを1本だけ使いますね。で飾りで、お好みですけどパセリを散らしたら、ちょっと綺麗に見えるかなみたいな。で、キャベツですね、巻くキャベツ、こんな感じですね。で今日今もうお湯沸かしていて、まず、巻くキャベツの葉を、下ごしらえで作っていきます。キャベツはロールキャベツなんで、やっぱり1玉ないと綺麗にこう1枚取りづらいですね。まずこの軸の部分をこう斜めに、こういう角度ですね、こういう角度で斜めに入れて四隅切っていきます。そうすると真ん中の芯の部分が抜けるので、抜けたらできる限りちぎらないように一番外側から、こうやって巻いてるとどこが一番外側かって上見て確認して、これじゃないですか今これ。だとしたらこれを下の方からゆっくりとこういう感じですね、ペロンと。でこのぐらいね穴開いても全然問題ないです。全然問題ない。これを6枚ぐらいかな。とにかく力任せにいっちゃうと重なってる部分がちぎれやすいですよね。でちぎれても負けるんですけど、できるだけちぎらないように。これ最高ですね。これ本日最高です。ただこれを今沸いてるお湯やりますよね。ここに入れて湯がきます、一度。でロールキャベツのその失敗の一つとしてですよ、破けるっていうのがあるらしいんですけど、キャベツはねそんなに弱くないです。多分その破れちゃうっていうのは本当に煮すぎなんですよね。すごい煮てると思います。ちゃんと時間守って煮ていけばしっかり中のお肉にも火が入って、でキャベツもしっとり柔らかくなって美味しい。でちょっと今日お鍋大きく取れたので一気にいきますよ。まず軸の部分ですね、やっぱりね硬いの。軸の部分はしっかり柔らかくしつつ、で葉っぱの部分をつけていく。で葉っぱの部分はね割とすぐ柔らかくなってくれるんで、で包みやすいやっぱり柔らかさにしたいじゃないですか。なのでくったりさせることですね、まずね。で軸の部分もう一回。ちょっと裏返したりしつつ、そうするとすごい熱いんですけど、くったりしてますよね。はい、このぐらいが目安ですね。そしたら火止めて流しちゃいます。で一回冷水で締めますね。このままだとどんどん火入っていっちゃうので。冷水取ったら丁寧に1枚ずつ取り扱った方がいいですね、こうやってね。はい、ちょっとビロってなってるけどこれ全然問題ないです。
で水気をよく切っておきます。水分ねちょっと邪魔になりますね。キッチンペーパーでピタピタと。こんな感じですかね。この状態で置いておいて、肉ダネを作っていきます。ひき肉、卵、薄力粉、ナツメグパウダー。これお好みですね。僕は入った方がすごく香りがあって好きなんですけど、なかったら、ナツメグ抜いて作っていただいても美味しくいただけると思います。胡椒がお塩で、あとニンニクのみじん切りと玉ねぎのみじん切り入れていきますね。でまずニンニクみじん切りと、では続いて玉ねぎですね。ここで玉ねぎあんまり大きいとですね、煮ている時に少しコロンって漏れてくる可能性があるので、ちょっと細かめにした方がいいですね。こんな感じでしょうかね。で玉ねぎもボウルの中に加えて、これで肉ダネを練っていきます。でおそらくですけど、そのロールキャベツ失敗の、可能性として、お肉が漏れてきちゃって溶け出すみたいな、固まらなくて溶け出すみたいなこともあると思うんですけど、卵とお肉の分量のその比率の問題。卵1個に対して例えば豚ひき肉 200g とかだと緩すぎるんですね。でお肉 400g に対して卵1個であれば適度な硬さに固まると思います。ボウルにちょっと押し付けてフラットな状態を作り、で6等分を作ります。6等分はちょっと難しいんですよ。まず真ん中にちょで、あとは噛んでいくしかないです。でこういう感じ。そうするとおよそ6等分、ほらなんとなくクローバーっぽく、クローバーって4つだよ。ただこの6等分を1個ずつこう丸めて種にしていきます。こういう感じですね。これをボウルの中でいいので、やっぱり正確に計量したら本当は丁寧でいいんですけど、多少はねやっぱり大小できちゃうので、その辺はご愛嬌ということで。はい、こんな感じですね。では6個、ではこれから包んでいくんですが、包む時に重要なのはこの爪楊枝ですね。やっぱりずっと押さえ続けて綺麗に成形するためには、キャベツが丸い状態を維持させたいので、包んだ後にですね爪楊枝使うのが結構綺麗にできるポイントになるかな。でキャベツを並べたら、キャベツここ芯です。この芯側にお肉をこのように置き、懐でこういうふうに、わかります？こうキャベツで炊くって感じですね。縦いって横と横を重ねますね。こうやってこっち行ってこっち行って、重なった部分をちょっと丸くして、こういうふうに刺したら上にこのように持ち上げて、要は下のキャベツにも刺さってる状態ですね。でこの1箇所止めればいいんですよ。十分ですよね。でこういうふうに穴開くのもあるんですよ。絶対全部きれいにいかないんで、全部本当にきれいにやろうとしたらキャベツ丸ごと茹でるしかないので、そんなに大量に作んないじゃないですか。こういうふうに穴開くんですけど、さっき言った卵の量とその豚ひき肉のバランスが溶け出すバランスではないので、これ絶対出ないです。これでこれなんて超いびつですよね。ここに入れて、ここの方がここよりも長いじゃないですか。ここの方がだとしたら、これをこっちを先にして、最後でここで蓋してあげて、で畳む。でちょっと本当にイレギュラーな場合はこう斜めにこう入れて、斜めにこう入れて、逆にもこうもう一回返してあげる。ちょっと強引にとこう止まるじゃないですか。止まって上から見たらこの状態なんですよ。でこれで茹でられればいいですよね。はい、これで6個ですね。
はい、こんな感じ。こう下ごしらえでねこういうふうに割ったらちょっと綺麗じゃないですか。そしたらちょっとこういう厚手の鍋使って煮ていきます。ロールキャベツっていうのはすごく長時間は煮ないんですが、しっかりとこの中で圧力かけて旨味出していくってことが重要ですね。だからスープと一緒に食べた時に一体感がものすごいあるってことが重要なので、ここにお水、白ワイン、顆粒のコンソメでお塩でよく混ぜます。でおおむね混ざったらちょっと冷たい状態なんで塩は完全に溶けきれないですけど、このロールキャベツを並べていきます。ぴっちりいくものの方が本当はいいですね。理想的ですね。煮えていく過程で例えば葉っぱがちょっと広がってたとしても広がらないですよね、この状態だと。ただ最後にこのローリエ、ローレルとも言いますけど、ちょっと茹で汁にこうつけながらローズマリー、これを入れます。ストップ。上にのせるだけでね十分香り移るんで。では火をつけていきます。最初強火で、沸騰するのをちょっと待ちます。で沸騰したら中弱火にして蓋をして、15分ですね。そのままコトコトと煮ていきます。では強火にかけて沸き始めたのでここで一回火を落とします。中弱火ぐらいですね。中弱火ぐらいにして中弱火にしてから蓋をします。そうしないと吹きこぼれますね。はい、この状態で15分煮ていきます。では15分経ったんでね、ちょっと一回中の様子見てみますかね。いい感じ、いい感じ。ほら匂いもねローズマリーとローレルの匂いしっかりしますね。はい、そしたら煮上がりなので火を止めて盛り付けですね。この時にもちょっと破れやすいっちゃ破れやすいですね。なので必ず側面をちゃんと掴むようにして、でお皿にのせたら最初に入れたつまようじ外しちゃいます。ここでどうする、2個ぐらいですかね、1人ね。で同じようにつまようじをここで外し、でこのスープと一緒に食べる感じがいいのでスープも一緒に盛ります。でお好みでちょっと胡椒でパセリ、はい、完成です。早速いただきたいと思います。ほらね、この15分ぐらい煮てるんですけどキャベツまだしっかりしてますからね。だから溶け出すってことはないですね。本当によっぽど煮ないと溶け出さないし、ロールキャベツの煮具合ってこのぐらいの時間でちょうどいいと思います。でスープに旨味があるので切ったらちょっとこうスープにつけて食べるのがおすすめですね。こういう感じでピタッといただきます。うまいです。煮ていったスープにもちゃんと塩味もあって旨味もある。で肉だれにもお塩をちゃんと入れてるのでなんかこう浮いた感じにならないですよね。お肉を食べた時に噛んでいくと肉汁とともに口の中にまだいるこのスープと一体化するっていうんですかね。でお肉の柔らかさも適度です。硬すぎず柔らかすぎず、ちょっと何点か注意ポイントあったと思うんですけど、包み方とか肉だねの硬さとか、そういうのを守っていただければ、100% 失敗しないと思います。はい、ちょっと手間なのは最初のキャベツを丁寧に外すこと。ぜひやってみてください。ごちそうさまでした。